昨シーズンの上位陣やカップ戦で好成績を残したクラブが軒並みスタートから苦戦している2025年シーズンの J リーグ。そんな中、今季もスタートから上位に位置するチームもいる。鹿島アントラーズとサンフレッチェ広島だ。今回はこの2チームがなぜ今季も強いのか、そして昨シーズンとの違いについて見ていこう。鹿島アントラーズ。今季の鹿島で話題になったのはやはり2017年から8シーズンにわたって川崎フロンターレを率い、その間に4度の J1 制覇と3度のカップ戦制覇を果たしたクラブ OB でもある鬼木徹監督の就任であろう。監督交代が繰り返され短命政権が相次いだ鹿島にとって、鹿島に脈々と受け継がれてきた伝統を肌で知り、かつ川崎で実績を残した師の就任は鹿島の今季にかける強い意志を感じさせる。さらに前線には移籍金300万ドル約 4.7 億円を支払い、セレッソから昨シーズン得点ランキング2位のレオ・セアラ選手を獲得。 FC 東京から海外移籍もあり得た荒木選手、F マリノスから欧州移籍も経験している小池選手を補強。期待感は高かった。ただしやっぱり手前味噌で申し訳ないが、どこかのチャンネルでレオ・セアラ、鈴木優馬、荒木遼太郎3人の同時起用は難しいと予想。この予想通りと言うべきか、第1節の湘南戦では前線にボールをうまく届けることができず敗戦。しかし鬼木監督の対応は早かった。あっさりと荒木選手を先発から外し、中盤右サイドのメインキャストとなったのが小池龍太選手。選手としてのキャリアは当時 JFL だったレノファ山口から始まっており、アマチュア契約からの叩き上げ、その後柏レイソルからベルギースポルティングロケレンへ移籍するも、チームが裁判所から破産宣告を受け退団。その後横浜 F マリノスへ移籍し J1 リーグ優勝を経験。2022年のベストイレブンにも選出された。歴史的に見ても数少ない J1、J2、J3 すべてのカテゴリーで優勝メンバーとなった経験を持ち、日本代表に選出されたこともある。このようにプロ選手の中でも飛び抜けて豊富な経験値の持ち主でもあるが、シーズン開幕前は両サイドバックのバックアッパーもしくは犯罪ノーの選手とのスタメン争いやろなと予想されていた。初戦の湘南戦では右サイドの荒木選手は自在に動き、サイドバックの小池選手は自身の持ち味でもあるオーバーラップを仕掛けるが、逆にその裏手薄になった右サイドを突かれるという問題が発生していた。第2節のベルディ戦ではサイドバックであった小池選手を中盤のスタメンで起用。そして中盤の底にはボラン知念選手ではなく、運動量とパス出しに定評のある樋口選手を起用。これがハマった。単純な守備力で考えると知念選手の起用を予想するが、本来サイドバックである小池選手、ノーの選手を縦に並べることである程度の守備力を担保しつつ、中央に樋口選手を配置することで攻撃力に関してもフォロー。さらに左サイドには元静岡学園の10番ベルディより復帰した松村選手を起用。左サイドをぶっちぎりフォワードへパスを供給する。中央左右どちらからでも前線にパスを供給できる形を作り上げた。この形はもともとパスサッカーで川崎で結果を残した鬼木監督のこだわりのようなものが垣間見えて興味深い。実際この方はハマり
ベルディ戦は4対0で快勝。懸念材料であった看板2トップにボールを届けるという問題に対して、レオ、ユーマ両選手が各2ゴールを決めるという最高の形での回答を出した。ユーマのゴールは1つは PK だが、もう1つは小池選手の縦パスから生まれている。第3節新潟戦では小池選手自身のゴールも生まれた。第4節 FC 東京戦では実戦投入して成熟度が浅いと判断したのか、3バックに対して大胆なハイプレスを敢行。中盤の底には前述の樋口選手に加え、若手の船橋選手を起用し運動量を担保。プレスを抜け左サイドで個人技でチャンスを創造しようとする俵積田選手に対して、今度は小池選手と能野選手を縦に入れ替え、最終的にキム・テヒョン選手で蓋をするなどといった小技も飛び出し2対0で勝利。そして迎えた第5節、今季序盤から結果を残し4節終了時には首位に立っていた柏レイソルとの対戦は序盤の大一番と注目されていた。サイドチェンジを効果的に使いボールを支配していた柏だったが、26分レオセアラ、50分レオセアラ、この2つのゴールは3バックの弱点でもある両脇を巧みに利用し、しかも中央にボールを上げさえすればあとはレオセアラが何とかしてしまうという、ただひたすらに相手の弱いところをついたという結果である。鹿島のプレスは相手の横スライドに対しての対応などまだまだ未完成な部分もあるが、レオセアラのゴールは味方を奮い立たせ勝利へと導いた。まだわずか4試合でありながら指揮官の力量が垣間見える試合であり、またいい意味での選手起用の思い切りの良さも目立ち、川崎での実績は伊達ではないということを見せつけた。しかし今後はこの戦力にいかに荒木選手を融合させるかという後回しにしてしまった課題に取り組んでいくこととなるだろう。就任前の時点では川崎のパスサッカーと鹿島のサッカーは噛み合うのかという懸念材料もあったが、川崎のパスサッカーを標榜していた鬼木監督はもうどこにもいない。現在のアントラーズベンチにいるのは OB として鹿島の伝統 DNA を受け継ぎ勝負に徹する一人の指揮官なのである。第4節で記録したホーム25戦無敗の J1 最多タイ記録について問われた。監督はただこう答えたという。正直記録に自分はこだわっていないです。ただ勝ちたい、それだけです。なお鈴木優馬選手の J1 通算200試合出場を祝うセレモニーに花束のプレゼンターとして登場したのは鈴木家の祖父母。鈴木優馬に常に警告をもらわないように注意し続け、レッドカードをもらった日には説教を受けてなかなか家に入れてもらえなかった。おばあちゃんがついに公の場に姿を現した。これには SNS 界隈もこのお方がおばあちゃんか。ユーマのグランマだ。おばあちゃんかわいい。じいちゃんばあちゃん最高すぎると大いにざわついたという。本当にばあちゃんはね、最も冷静に見てるね。てか言われてたもんな、お前ばあちゃんにずっとな、もう変なのでイエローカードもらわないとかな。本当にそれだけ、それ以外何も言われない。サンフレッチェ広島。個人的にシーズン前に挙げた今季の優勝候補はサンフレッチェ広島である。ただ広島サポの方が見ていたら申し訳ないが、これは消去法によるものである。これは私の考えだが、1、昨シーズンと同じようなことをやっていたらそのうち勝てなくなる。2、戦力を純粋に強化するような補強。3、選手
クラブサポーターが同じ方向を向いている。4、とりあえず現時点で不安要素がない。といった観点から他の昨シーズン上位のクラブには何らかの不安要素が感じられたからである。これは昨シーズンの J1 の最終順位表だが、まず上から2連覇を果たしている神戸。昨シーズンの神戸は監督も変わっておらず、基本的に主力選手も変わっていなかったが、決定的な違いは一つ、宮代選手の補強である。前線、サイド、中盤とさまざまなポジションで起用され、リーグ戦11ゴール。一昨シーズンと比較して戦力的に大差ない上に11ゴール決められる選手が上乗せされたのだ。単純すぎる考えかもしれないが、連覇も納得だが、今季昨シーズンの彼のような大きな戦力の上積みが見られない上に、リーグ35試合に出場し7アシストを記録した初瀬選手が抜けている。ということで前述の1、2に該当したので神戸は消える。3位、町田。オフシーズンで大幅に戦力を増強したクラブであることに間違いはない。ただこのクラブの不安要素は1、黒田監督の采配である。確かに昨シーズン町田ゼルビアはリーグを席巻した。いろんな意味でも。しかしリーグが一巡対策が進んで後3バックへと舵を切ったが、昨シーズンの終盤その3バックの脇をつくという形ですでに対策をされてしまっていた。今季町田は開幕から3バックで挑んでいるが3勝2敗。その豪華な戦力補強に反して波に乗り切れないでいる。昨シーズン終盤の時点で黒田監督の戦術的引き出しの少なさはすでに露呈しており、今季の町田は苦戦が予想される。それ以外のチームの不安要素は別動画にまとめてあるので、よろしければそちらをご覧ください。で、広島は単純に前述の4点を全てクリアしている唯一と言ってよいクラブなのである。さらに最前線でポスト役もこなせるジャーメイン選手、サイドを90分間上下動できる菅選手、中盤の底でチームを締める上に得点力も兼ね備えた田中選手、そして明治大学で関東大学サッカーリーグで無敗優勝、得点王とアシスト王を2年連続で獲得し大会 MVP。 今季最も注目の大卒ルーキーと言われていた中村選手、さらにオーストラリア一部からバレール・ジェルマン選手まで獲得とチームは評価されまくっている。単純に昨シーズン準優勝のクラブにこれだけの選手の上積みがなされたのである。そりゃ優勝候補にも押すだろう。そして基本戦術となっている前述の動画でも指摘した正しいプレスのかけ方、相手の2人のセンターバックに対してシャドウが捕まえに行き、ワントップがアンカーへのパスコースを消す、さらにウイングバックを出して相手サイドバックをマーク、インサイドハーフに対しては2ボランチを当て守りを固めることで相手にまず前進する余裕すら与えないスキッペ監督が標榜するいわゆるオールコートマンツーマン。今季で4シーズン目を迎え、その戦術は熟成の域に。怖いのは過密日程から来る疲労と怪我くらいだろうかとか書いていたら、トルガイ選手全治半年の大怪我、監督もブチギレ。いや、シャイスクソです。というかこれそのまま訳す通訳の人もすごいな。フットボール天国。今節のボトムズ。
解散チームが J2 に降格するボトムズ。今節ではついに J リーグきっての名門 ACL では好調だが、オリジナル10でかつその歴史上 J2 に降格したことは一度もない。昨シーズン ACL 準優勝のあの横浜 F ・マリノスが仲間入り。君は生き延びることができるか。ということで今回はシーズンが変わってもやはり上位に位置する2つのクラブを取り上げました。新たなスターも生まれそうな今季、引き続き注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。